前回の放送終了後にですね、なんとお便りが届きました。やった。ありがとう。というわけで、今回からラジオブースに見てください。このお便り受信機を設置いたしました。この中にみんなから届いたお便りが入っております。で、早速ね、届いたお便り見ました私。で、そうしたら、私のね、過去について知りたいよっていうお便りがね、2通届いたんですけど、お便り。2通ともそういう質問でした。というわけで、今回はそのお便りを紹介しながら、ソアナの過去編でございますね。やっていこうと思います。多分、今まで話したことなくて、私が、どうしてこうなってんのか、みたいな。音楽を始めたきっかけとか、学生時代どんなんだったのとか、ちょっとね、昔の話をしていこうと思います。それでは、タイトルコールやりますか。ソアナの素直なラジオ。この番組は音楽活動の裏話など、ソアナが誰かに話したいことを素直におしゃべりするラジオとなっています。では、お便り読んでいきます。はじめまして、ソアナさんの曲や歌ってみたをいつも楽しく拝見させていただいています。いつもいい音楽だなと思うのですが、ソアナさんご自身は音楽を習ったことがあるんでしょうか？こうやって音楽活動をするようになったきっかけや昔話も気になります。これからも応援しています。はい。嬉しい。ありがとうございます。お便り。もう本当にありがとう。音楽経歴ですよね、私の。ちょっと作ってきました。一覧表。ドン！こちら、ソアナの習い事部活一覧です。幼稚園ぐらいから順番に見ていきましょう。実はね、私、最初に音楽を始めたのはピアノなんです。幼稚園くらいの時かな。ちびソアナをですね、見たおばあちゃんが、この子はすごい音楽流れてる時に、楽しそうに歌ったり、なんか体を動かしたりするから、なんか音楽の習い事させたらハマるんじゃないかみたいなことを言ったらしくて、それで、じゃあピアノ習うかみたいな感じで、ピアノ教室行ってました。なんですけどね、この頃はマジで、全然、音楽、そんな好きじゃなかったと思います。ピアノめっちゃサボってましたね。全然練習しなかったし。でも、音楽の授業は好きでした。歌のテストとか、リコーダーとかね。リコーダーめっちゃ好きだったな。でね、その頃真面目にピアノを練習しなかった、代償としてって言ったらなんですけど、大人になった今のソアナはですね、ピアノ全く弾けないです。なので、曲作りのために、鍵盤楽器をね、一応持ってはいるんですけど、もう初心者同然のところから頑張って練習をしています。で、そんな不真面目なソアナさんですね。小学校5年生の時に、音楽人生に大きな転機が訪れました。それが、サックスを始めたことですね。ここからかなり、音楽にどんどん、なんか、のめり込んでいったと思います。小学校の時に、偶然、ブラスバンドがある小学校だったんです。で、そこで、楽器何でもいいですって言ったら、なんかその時サックスパートに人が足りなくて、じゃあサックスやってね、みたいな感じで回されました。で、それがなんかすごい楽しくて、で、なんかね、結構一発目から多分演奏できた方だったんですね、私。その日のうちに多分音も出て、キラキラ星かな、弾いて帰ったんですよ。で、たまたまね、その入ったブラスバンドと、あとその小学校を卒業した後に通うことになる中学校の吹奏楽部がね、なんか両方とも
結構ガチめにいっぱい練習するぞみたいなところだったんですよ。夏休みとかも、今でこそね、8月の予定もう真っ白なソアナさんですけど、昔の夏休みはもうないですね。全部練習でした。合奏したり、個人で練習をしたりみたいな。で、コンクール出てっていう、ガチガチにやってる吹奏楽部員でした、私。それから高校に進んだ時も、吹奏楽部入って、で、大学に進学した時も、ビッグバンドで、サックスをやってました。なので、なんか私の人生結構ね、半分ぐらいは、アイデンティティみたいなものはサックスでした。サックスをやるのが自分みたいな感じ。で、今 YouTube でね、やってる、作曲、それから歌ってみたをね、作る時に必要なボーカルミックスっていう、技術分野があるんですけど、その2つは、2年前ぐらいですね。っていうかもう、この YouTube チャンネルを始めるのと、ほぼ同時に始めました。で、じゃあ歌はいつからやってるのって話なんですけど、がっつりやり始めたのは高校生ぐらいからです。高校生の時のなんか仲が良かった友達の間で歌の録音がね、流行るんですよ。で、なんかその流行りがみんなの間で去った後も、なんか私だけずっと録音ハマっててずっと自分だけ歌の練習をね、してました。それで、まあ、なんか次のね、お便りにも絡めて、私がどんな子供だったの、どんな学生時代だったって話も、この後詳しく、話そうと思うんですけど、私、高校ですね、途中から、行ってなくてあの、笑いながら話すことでもないんですけど、不登校だったの、私、途中から。で、学校にね、行っていない時間が、まあ当然あるじゃないですか。人より多く。その時間のね、すべてを、まあ歌に、まあつぎ込んでいましたね、結果的に。まあっていう、そういうね、なんかその異常なまでの練習時間がそこで発生して、まあ今の私あるんだな、あるんだろうな、いや間違いなくあれだったなっていうのはありますね。ここでじゃあちょっと次のお便り読ませていただこうと思います。うん。こんにちは。ソワナさんは在学中どのような学生でしたか？部活動も音楽に関わっていたとお聞きしたので、ふと学校生活はどんな感じだったのか、あの頃の夢を叶えるために今も努力されているのかが気になります。お便りありがとうございます。このお便りですね、私先日先にね、お返事を書いたんですよ。で、ツイッターにもお返事書きましたよって流して。で、そこで書いたね、お返事ね、今読みますね。超真面目ちゃんでした。先生目線で手間のかからないいい子だったと思います。校則は絶対守るし、宿題も絶対出すし、学級委員長もよくやってました。と、ここまでラジオを聞いてくださったリスナーの皆さんならきっとこう思うはずです。いや、さっきの話とさ、全然ちゃうやんけ、と。いや、でもね、これ、両方ともね、事実なんですよ。学校に通っていなかった時期もあるし、でも通っていた頃の私はこんな感じでした。もう真面目、優等生、おとなしい、そこ二重丸みたいな感じ。で、じゃあどうして学校通えなくなったのってみんな思うじゃないですか。中学もあったのかな。と高校と
いろいろその都度都度で理由はあるんですけど、簡単に言うと、馴染めなかったからですね。なんか昔から結構私そうで、小学校の頃はね、通ってたんだけど、みんなとちょっとね、合わなくて、なんかいじめられて、今思うとあれいじめだったなって思いますね。持ち物をね、こう汚されたりとか、なんか取られて返してもらえなかったりとかありました。それで音楽活動をする理由なんですけど、私、友達にね、聞かれた時、いつもね、絶対こう答えてるんですよ。ちやほやされるため、あと承認欲求のため。ツッコミを入れられたり、苦笑いされたり、しますね。大抵。そりゃそう。でも、なんだろう。このラジオをね、聞いてくださってるリスナーの皆さんは、多分私のことちゃんと知りたいよって人が聞いてくださっていると思うし、ここはね、何より素直なラジオなので、ちゃんと、なんて言うんだろう。おふざけなしでね、ちゃんと理由を喋ろうと思います。はじめましての方は、はじめまして。で、私の活動のめっちゃ初期から見てくださっているリスナーの方は、お久しぶりです。そうなんです。急な顔出しで、ちょっとびっくりされてると思うんですけど、画面の前のあなたね。音楽活動を始めた理由について、表情も込みでね、お話しした方が、私の伝えたいニュアンスが伝わりやすいかなと思ってカメラを回してみました。音楽活動を始めた理由について、さっきね、音声の方のソアナが、ちやほやされるためとか、承認欲求のためとか言ってたじゃないですか。語弊はないんですよね。本当になくて。いや、他にも理由はいっぱいあります。自分がね、音楽でどのぐらい限界までいけるのか知りたいとか、それを試さずに人生終わってしまうのは、なんかすごい後悔するなとか、そういうのももちろんありますが、理由の第一位は、やっぱり何回考え直しても、やっぱ、チヤホヤされたいからなんですよね。で、ちょっと怒んないで話聞いて続きを。今回のラジオでね、私の子供の頃の話したと思うんです。不登校だったり、いじめられていたりとかね。あと、なんだっけ。そうそうそう。優等生を、やろうと思えばやれてたっていう。で、私は結局、大人になってからは、結構自分の中で優等生をね、やりきったなって思ったんです。要は、みんながこれがいいって言ってるようなものを一通りこなして。でも、なんか、いざそれをね、手に入れたら、なんか私もそれの良さがわかるのかなって思ってやったけど、いざ、自分がそれになっても、全く良さがわからなくてだし、なんか、なんでいいのかっていうことの理由を聞いても、あんまり納得できないこともあったし、そもそも、なんか、そういうもんだから、みたいな、説明責任の部分が、スキップされてることって、あるじゃないですか。校則とか、部活動の伝統とか、伝統っていう言葉ですよ、皆さん。そういうのがね、私やっぱり最終的になんか納得できなかったんですよね。多分頑固なんだと思います。なんか理屈通ってないと、やっぱどうしてもずっと頭の中に残っちゃって。で、なった時に、でも、やっぱり常識を大事にする場所っていうのはいっぱいあるじゃないですか、世の中。それでうまく回ってる。もちろんそれもいいと思うんですけど、私がそこにいたいかってなった時に、もう、いたいかどうかっていうか、これなんか、もう、無理だな、合わせるのって思ったんですよ。でも、じゃあそういう場所にいたくないんだったら、どこに行けばいいんだって話になるじゃないですか。どこだろうって考えた時に、
いや、どこなんだろうねって、結論出なくて。じゃあ仕方ないから、多分、自分で作るのが一番いいなって思ったんですよね。だから、この、さらちのね、チャンネルに、旗を立てて、私はここにいますよっていうことで、それで、私が、私のやりたいことをね、やった時に、それいいね、それが好きだよって言ってくれる人たちが集まる場所があったら、それめっちゃいいな、それが私の、居場所になるなって思ったんです。だから、ちやほやされたいっていう言葉は、私の中では、私が私らしく振る舞った時に、それが受け入れられたい。そういう居場所が欲しいみたいな意味です。そう、もう一個言いたいことが、そう、あってカメラをね、回したんだった。忘れてた。だから、そんな理由で始めた、このチャンネルというか音楽活動だから、音楽を通してね、私のことを見つけて、見てくれたりね、コメントをいつもしてくれたりとか、黙って見守ってくれる人たちとかも、すごいそういうリスナーさんたちとのね、出会いっていうものが、すごい私にとってはね、本当に宝物だなって、いつも思ってます。言うの、そう、なんか思い出したかのように、今から言ってんの、これ、まずいか。いや、本当に、それ本当だから、なので、本当にリスナーの皆さんにはいつも感謝してます。というわけで、喋りたいことは、喋った、全部ので、音声のソアナさんに、現場をお戻ししようと思います。なんでだろう。なんか他人だと思っちゃうな。録音してる私とカメラ回して喋ってる私。結構体験が違うんだよね。もう感覚が。これ一回みんなもやってみてほしいわ。というわけで、以上、実写のはいつもやってるか。いつも実写だもんね、私ね。顔出しのソアナでした。バイバーイ。はい。現場を戻されまして、音声のソアナでございます。なんだこれ。でもなんか他人に思えるんだよね。カメラ回してる、なんか顔のついてる自分のことが。顔のついたソアナがね、音楽活動をやりたい理由についてというか、今回喋りたいことについて全てお話をしてくれたので、今回これからエンディングとさせていただきます。最後にね、ちょっと一つだけ言っておいてみたいことがあって、私もね、高校の時、学校に行ってなくて、で、休んでいる時間ね、歌の練習を毎日、して過ごしてたわけですよ。それも歌の練習がしたいから、学校行かないっていうんじゃなくて、とにかく学校に行ってないっていうこの時間を冷静に直視したくなくて、我に返りたくなくてやってたんですよ。たまたま歌だっただけで。で、その時もね、なんかなんていうか、学校は勉強する場所だとか、とにかく偏差値出してね、なるべくいいとこ、大学に現役で入ることがもう一番いいことだみたいな、そういうね、学校の、出してる考え方とかが、正しいっていうふうには当時私は思えなくて。でも思えないんだけど、あっちが正しいとは思えないんだけど、少なくとも今の自分はきっと間違っているんだろうなみたいな感覚もね、やっぱりありました当時。みんなと同じようにできない、普通にできないみたいな。だから自分はきっとなんか間違ってるだろう今はみたいな。でもね、結局その時にめちゃくちゃ歌を歌ったら、結果として歌がね、人よりも当時得意になり、でそこからいろいろなことが発生して、今こうやってね、YouTube で歌った時にみんなを楽しませることができるぐらいになったわけですよ、私は。だから
なんていうかな、その時のなんか時間の過ごし方や出来事が、人生にどう作用するか、いいことを起こすのか、悪いことを起こすのかって、その当時には、絶対に予測ってできないなって思うんですよ。だから、今ね、昔の私みたいに学校行けないとか、仕事行けないとか、悩んでる人がいたら、絶対に良くなるとは保証できない、無責任なことは言えないんだけど、今で判断しないでほしいなって思います。さあ、ちょっとね、今回はいただいたお便りの質問だったので、熱いトークとなってしまいました。次回はね、その分、肩の力抜いてだるーんとしたお話でもしていきたいですね。あ、お便りをですね、絶賛大募集中でございます。今回お便り送ってくれたリスナーさんたちもありがとうございます。お便りの内容はですね、もう何でも大丈夫です。ソアナさんに聞いてみたいよということ、あと、ソアナさんに聞いてほしいよという出来事などありましたら、ぜひお便り書いて送ってください。ラジオネーム添えていただければ、そちらも、番組内でね、読むときにラジオネーム読み上げさせていただきます。それでは、また次回もお会いしましょう。お疲れ様でした。